皆さんどうも、こんにちは。バズ&トリビアニュースのまゆです。みんな、今日も動画を見てくれてありがとう。この動画は、私がネイティブのスピードで、日本でホットな話題をちょっと難しい言葉を使って説明するの。でも、振り仮名や字幕はもちろん、英語での説明やイラストを使って、みんなにわかりやすく伝わりやすいようにフォローしていくので、頑張って最後までついてきてね。さて、日本といえば、おもてなし。おもてなしのイメージあるよね。チップが不要で、全国どこに行っても基本的には気持ちのいい接客を受けることができます。お店に入ると、いらっしゃいませ。席に座ると、ご注文はお決まりですか？帰る時には、ご来店ありがとうございました。とっても礼儀正しくって、初めて日本に来られた方は感激するかもしれませんね。そんな素晴らしい文化の一方で、最近あることが問題になっているんです。それがカスタマーハラスメントです。それでは今日の流れはこちら。一つ目に、その要求、これからはアウトです。カスハラ条例とは。二つ目に、お客様は神様？この条例の背景にある変わりゆく日本人の価値観について。三つ目に、みんなのコメントまとめです。このチャンネルでは、今日本で話題になっているちょっとしたニュースを通じて、日本人の価値観や考え方を楽しくわかりやすくお届けしています。カジュアルな会話からビジネスシーンに使える日本語までたくさん学べるので、ぜひチャンネル登録といいねを押してからこの続きを見ていってね。それではニュースの中身を見ていきましょう。この春、日本ではカスタマーハラスメントの防止条例が施行されました。条例っていうのは日本の国全体の法律とは違って、東京や大阪など地域ごとに作られるルールのこと。だから今回のカスハラ防止条例も国全体のルールではなくて、それぞれの地域がうちの地域ではこうしますと定めたものなんですね。カスハラとはお客様、カスタマーとハラスメント、嫌がらせを組み合わせて省略した略語のことで、お客さんが店員さんに対してひどいことを言ったり、理不尽な要求をしたりする迷惑行為のことなの。例えば、お前みたいなやつはクビにしてやると言って、責任者を無理やり呼び出させるといった暴言や脅し。それから、営業時間外にもかかわらず、あんたバカなの？さっさと対応してよみたいな人格の否定や過剰な要求がセットになっていると、これはもう誰がどう見てもカスハラって感じかな。実際にニュースになった例が最近あってね、この春大阪万博で警備員さんがお客さんに土下座をするシーンが SNS で広がって大きな話題になったの。まあただね、この件については男性のお客さんが先に怒った、切れたっていう説もあれば、警備員さんの態度にも問題があったらしいみたいな意見もあって、正直何が本当なのかは私にもわかりません。でも、どっちに原因があったとしても、たとえ土下座しろって直接言ったわけじゃなかったとしても、土下座をさせるぐらい追い詰めた時点で、それはもうカスハラだって専門家は言っているんだよね。たとえ店員さんやスタッフさんにミスがあったとしても、相手が怖くなるほど追い込むのはやっぱりやりすぎだよね。こうしたニュースが報道される中で、カスハラという言葉も社会に広がり、条例を定める地域が増えてきたの。私もね、この前市役所に手続きに行った時、ネット上に従業員の氏名を公開しないこととか、長時間の電話や応対を求めるのはやめましょう、控えましょうとポスターが貼られているのを見ました。
皆さんは働く立場でこのようなカスハラを受けたことはありますか？接客業、お客さんと直接やり取りをして応対する仕事をしたことがある方なら一度は経験しているかもしれませんね。実は私も昔働いていた会社で、それはちょっとって腑に落ちない要求をお客様から受けたことあります。どう考えても常識的におかしいし、これは過剰な要求なんじゃないのって内心では思ってたの。でも私たちはその企業の顔としてお客様の相手をしているでしょ。その場合、上司に相談してもきっとこう指導されるはずです。まずは申し訳ございませんと謝ること。謝罪の言葉を伝えなさいってね。そう。日本には謝罪文化があるんです。たとえ自分に非がなかったとしても、まずはお詫びの言葉から入ることが基本。その場の空気を和らげて、お客様の怒りを鎮めるために、まずは謝ることが求められるんです。この文化って本当に独特だよね。さらには、そのセオリーを教えてくれる謝罪のプロとか、謝罪マスターって呼ばれる専門家までいて、企業は彼らを招いて研修を行うこともあるの。私が教わったことがあるセオリーはこんな感じ。まず相手に対して率直にお詫びをします。次に、それはご不便をおかけしましたと相手の感情を受け止めるの。この時、言い訳はダメです。かえって火に油を注ぐことになりかねないからね。そして冷静に事実確認を行った上で、最後に今後は同じことが起きないように再発防止に努めますと、未来に向けた言葉で締めくくるんです。これが日本のビジネスシーンでの謝罪の基本スタイルだって言われています。確かにこれ自分がお客さんだったら、すごい丁寧に対応してくれたと思って気分も良くなるし、腹が立っていた気持ちも収まって、結果的にその企業への満足度も上がりますよね。でも逆に言うと、お客さんの方が立場が上みたいな空気ができちゃうから、どうしてもカスハラが起きやすい文化につながってるんじゃないかなって思わない？皆さんの国にはこうした謝罪の文化ってありますか？多分ない国の方が多いんじゃないかなって思います。どちらかというと、対等な立場で話し合うっていう感じですよね。私も海外旅行に行った時、お店の人に何かミスがあっても、ごめんね、直しといたから、みたいな、ライトな対応が多かったような気がします。日本みたいに深く頭を下げて、平謝りみたいな国はあんまりなかったかなって思います。みんなの国ではどうですか？コメントで教えてくださいね。さて、そんな謝罪文化の国、日本にもカスハラ防止条例ができました。その背景には近年の日本人の価値観の変化があります。日本にはお客様は神様ですっていう言葉が浸透するぐらい、店員さんは嫌なお客さんに対しても多少のことは我慢しなきゃいけないっていう空気があったの。でも今は働く人も大切にしよう。働く人の尊厳を守ろうという意識が社会全体で少しずつ高まってきました。例えば、過酷な労働を強いる、辛い仕事を無理にさせる企業のことを指すブラック企業の問題がニュースで取り上げられたり、以前の動画でご紹介したように、ハラスメントに対する社会の目もどんどん厳しくなってきています。スタッフも従業員も一人の人間だよね。そんな考えがようやく社会に浸透し始めているんです。その背景の一つが SNS 時代の影響です。
店員の対応に腹を立てたお客さんがすぐに SNS で店名や店員の名前を晒す、いわゆる晒し行為が問題になっています。特に悪いことをしていないのに、個人情報を特定されて嫌がらせを受けるなんて本当に大変なことですよね。もう一つの背景は人手不足と労働力の確保です。今の日本では人口減少が進み、深刻な人手不足に直面しているの。もし企業がカスハラを放置してしまえば、働き手はどんどん辞めてしまう。働く人を大切にしなければ、企業も生き残れない。そんな時代になってきているんですね。さて、この条例ですが、実は厳しいペナルティ、罰則はあまりないんです。違反しても罰金を取られたり、警察に捕まったりはしないってこと。あくまで努力義務。つまり、できるだけ努力してねとお願いをする内容になっているんだよね。じゃあ、こんな条例にどんな意味があるのっていうと、抑止力として社会にいい影響を与えることが期待されているんです。条例があると変なお客さんにそれカスハラですよって言いやすくなるよね。それからニュースやメディアで条例の存在が広がれば、へえ、カスハラってあるんだ。これ自分も気をつけた方がいいかもなって意識する人が増えてくるよね。条例の存在がカスハラを防ぐ牽制力として機能していくことが期待されているんです。まあ、これは個人的な意見なんだけど、日本人ってもともと何か不満に思ってることとか納得いかないことに関して声を上げるのが少し苦手な人が多いのかなって思います。忍耐の国だからね。だからこういう条例ができることで、あ、やっぱりこういうのってダメだよね。私も声を上げていいんだって勇気が出る人いると思う。だからこういう変化ってとてもいいことだなって私は思います。それではこのカスハラを日本人はどう捉えているのか。カスタマーハラスメントをどう思うという500名の方が回答したアンケートがあったのでご紹介します。まず4人に1人が共感している3位から。何でもハラスメント認定する傾向を感じるでした。これはね、わかる。前の動画でも触れたけど、今本当にちょっとしたことでもハラスメントだって言われる時代になってきていて、正直ハラスメント疲れしている人もいるの。例えば会社の後輩に対して、休日は何してるのみたいな軽い雑談ですら、そんなことを先輩に話したくないのに言わなきゃいけないのかななんて思わせたらもうハラスメントみたいな、もう怖くなっちゃって何も話せない感じ。まあ本当に気を使う世の中になったなって私も思います。そして2位はこちら。何でもカスハラ認定は違うでした。これもわかります。店員への不満や文句のすべてがカスハラではないと思うので、やっぱりケースバイケースだと思うという意見でした。まあ確かにお客が真っ当な要求をしているのを企業側がカスハラだと決めつけて跳ねつけてしまうのは良くないですよね。お客も企業も互いに尊重し合える社会を目指していきたいという意見でした。そして最後の1位は、カスハラをする人が増えていると感じるでした。実に半数以上の人がそう思うと回答しています。イライラする人が増えて、八つ当たりをしているように見える。店員を苛立ちのはけ口にするケースが増えてきているように感じる。正当なクレームとカスハラは明確に区別されるべきだという意見でした。
何かとストレスの多い社会だけど、誰かを傷つける前に少しだけ心に余裕を持ちたいですよね。私も肝に銘じようと思います。それでは今日のニュースはここまで。今日もなかなか聞き慣れない日本語がたくさん出てきたと思います。ここまで見てくれた皆さん、どうもありがとう。今日はカスハラ防止条例を通じて、日本の謝罪文化と働く人も守られるべきだという意識の変化をご紹介しました。これからも日本語の学習と一緒に楽しく今の日本について学んでいきましょう。それでは皆さんまた次回のニュースもお楽しみに。またねー。